こんにちは。Apple から2000円の高級ポリッシングクロスが発売されました。2000円というのはポリッシングクロスにしては少し強気な値段設定です。ですが Apple なので何か特別な布を使っているに違いありません。ということで今日はこちらのポリッシングクロスを電子顕微鏡を使って観察します。パッケージはこんな感じ。ナノテクスチャガラスという少しいいガラスを使った Apple 製品がありますが、そちらに使うポリッシングクロスです。もちろんそれ以外の製品にも使えます。とある海外メディアはこのポリッシングクロスをティム・クックのトイレットペーパーとか言ったりしていますね。早速開封するのですが、その前に手袋をつけます。今回電子顕微鏡を使ってポリッシングクロスの表面を観察します。手袋をしないでポリッシングクロスを触ってしまうと指の油がポリッシングクロスに付着します。電子顕微鏡で表面を観察するときに指の油が悪影響を与えます。なので手袋をします。カメラで見る表面はこんな感じです。拡大します。ポリッシングクロスの表面はかなり毛羽立っているようです。この部分に Apple のマークがあります。この表面の毛羽の立っている構造がディスプレイについた指紋や油汚れをよく取る、そういった風になっているのでしょうか。重さも測ります。重さは 10.4g。まあこんなもんでしょう。実際にディスプレイを拭く前で申し訳ないんですけども、電子顕微鏡用のサンプルを取ります。表面をあまりベタベタ触ってしまうと観察ができなくなる可能性があるので、早めにサンプルを取ります。電子顕微鏡で観察する用のサンプルですが、1センチ角程度あればいいということです。なので1センチ角を取っていきます。ケースの中で布が反転して反対側の面を観察されても困るので軽く固定しておきます。サンプルを分析機関に送ります。電子顕微鏡を使った表面観察が終わるまで少し時間がかかりますので、こちらの光学顕微鏡を使って表面観察をします。光学顕微鏡で表面を観察しますが、何か比較対象があった方が分かりやすいかと思います。なので100円ショップで購入したポリッシングクロスと比較します。100円ショップのポリッシングクロスですが、規則正しく編まれた繊維が見えます。極細の繊維を数十本束ねたものが1本の糸になっています。その糸を編み込んで布状にしたものがポリッシングクロスです。繊維を束ねた糸の太さですが 0.2 ミリ程度でしょうか。ものすごく細いです。髪の毛と比べてみてもその細さがわかるかと思います。ピンセットで擦っていますが、繊維はすぐにちぎれてしまいます。繊維の強度はないようです。このようにピンセットの先端にちぎれた繊維が付着しています。次は Apple のポリッシングクロスです。ポリッシングクロスの表面ですが、かなりランダムな編み方になっています。特定の繊維の方向というのが特にありません。繊維もかなり細いです。表面に見えている繊維はかなり細くて、どうやらその奥にちょっと太めの繊維があるようです。表面をピンセットで引っかいていますが、中に編み込まれている太めの繊維が見えてきました。100円ショップのものに使われている繊維と比べるとかなり繊維自体の強度が強いようです。繊維はちぎれません。このように光学顕微鏡でもある程度細かい部分までは見えますが、これ以上細かい部分を見ようとすると電子顕微鏡の方が良さそうです。100円ショップのポリッシングクロスですが、触り心地は滑らかです。そして摩擦も少ない感じです。光学顕微鏡で見てもらった通り、繊維の編み方は一様でした。そういった理由で摩擦が少なくなるのではないかと思います。Apple のポリッシングクロスも触り心地は滑らかです。ただし摩擦が少し高いように思います。
光学顕微鏡で見てもらった通り、表面の繊維はランダムな方向に編んでありました。そういった理由で摩擦が高くなるのではないかと思います。iPad に指紋汚れをべったりとつけてみました。ほんとべったりつけています。この指紋汚れをポリッシングクロスで拭き取れるか試します。まずは100円ショップのポリッシングクロス。指紋汚れは問題なく拭き取れています。綺麗です。次はアップルのポリッシングクロス。こちらも問題なく綺麗に拭き取ることができました。ただ100円ショップのポリッシングクロスと比べて Apple のポリッシングクロスは拭く時の抵抗感、摩擦力がかなり高い印象です。ゴシゴシと汚れを拭き取るような感じです。電子顕微鏡での観察が終わってデータが届いたのでこれから確認します。これが電子顕微鏡で撮影した画像です。ポリッシングクロスの表面を観察しました。この画像の見方ですけど、右下の方に100マイクロメートルと書いてあります。その左に白い帯があります。その長さが100マイクロメートルです。ちなみに100マイクロメートルというのは 0.1 ミリのことです。1ミリの10分の1。この画像を見ると確かに繊維はランダムな方向を向いているというのがわかります。ポリッシングクロスの表面を極細の繊維が覆っているようです。表面より一段下には左の方に見える太めの糸がランダムに編まれているようです。その中間層にはシート状の接着剤のようなものが見えます。この画像がわかりやすいです。左側から順番に細い繊維をより合わせた太い糸。中央には極細の繊維。そして右側にはシート状のものが見えます。画面左半分に見える糸ですが、太さ1マイクロメートルほどの繊維がより合わさってできています。糸同士の編み方は特に決まっていなくて、ランダムな方向に編まれています。確かにポリッシングクロスの内側を無理やり開いてみると、ランダムな方向に編まれた太めの糸が見えます。光学顕微鏡で見てみると確かに太いです。極細の繊維が何十本にも束なってこの太い糸を1本作っています。これはポリッシングクロスの表面を覆っている極細の繊維です。太さは最大でも2マイクロメートル程度。平均的には1マイクロメートル程度です。ものすごく細いですね。この極細の繊維で指紋汚れやホコリ汚れを落とす、そういった感じでしょうか。あまり詳しいことはわかりませんが、そういうことだと思います。最後はシート状のものです。これはおそらく接着をしているのだと思います。表面の極細繊維とその一段下にある糸を接着する役割ではないかと思います。私自身はあまり詳しいことはわからないのですが、分析機関の人がそんな感じのことを教えてくれました。というわけで今日は Apple から発売されたポリッシングクロスを電子顕微鏡を使って分析、レビューしました。使ってみた感想ですけど、なかなかいいと思います。手に取った瞬間に、これは物が違うなというふうに思いました。ただ、ナノテクスチャーガラスを使った Apple 製品を持っていないので、使う場面は非常に限定されます。言い換えると100円ショップのポリッシングクロスでも十分かもしれません。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。